台湾に行くよーってなりまして、実はですね、前日に長めの収録がありました。これがですね、長めの収録だけだったらよかったんですが、非常に体を使うタイプの収録でございました。もう今日から台湾に行くっつってんのに、もうね、体が筋肉痛で動かない痛いよ、体が動きません。太ももが鉛のように太ももが重いです。一歩踏み出すのが大変です。もう腕がもう肩より上に上がりません。もう両手いかれましたとか言って、もう荷物持つので精一杯ですって言いながら、これね、また話せる時が来たら話す。なんでそんな筋肉痛になってたのか、話せる時が来たら話すんだけど、体が動きますね。本当にこれからフライトなんですか、おっていう感じだったんだけど、これに加えてですね、その日フライト初日、私はお腹を壊しておりまして、これはやむを得ぬ理由があって、どうしてもない。でも一個流れてきてますよ。一個流れてきて、これじゃないですか。これらしい。よかった。別の人のこれ別の人の、でもこれと同じ種類のやつ、キャリーバッグだったんですか？これ荷物取り違えられもいないですもんね。じゃあもう出ちゃったんだ、誰かが。マネージャーさんの荷物持って出ちゃったんだ。やばい、まずい。とりあえず伝えてる。でも一旦ちょっと営業さんにも連絡してるみたいだと。でそしたらその数分後に、なんとかなりましたって言って、マネージャーさんが戻ってきて、なんとかなりました。でも手ぶらですよねつって言って、一旦いいかと思って外に出ましたら、営業さんたちがニッコニコで、荷物現地にいた営業さんは台湾の方なんですよね。台湾の方なので、その方に、スーツケース、このスーツケースだっていう、この時間に台湾に着く便でバスや地下鉄で移動するのは考えにくい。つまり同じキャリーバッグを持った人はタクシー乗り場にいる。そしてタクシー乗り場は混雑するから、絶対タクシー乗り場にまだ並んでるはず。ダッシュする営業さんあったー。ものの見事に推理をバチーと当てまして、タクシー乗り場に見事同じキャリーケースを持った人を発見し、でその人に、すみません、荷物間違えてませんか？間違えたんですけど、その間ラデンはですね、空港にいる麻薬の匂いとか嗅いでワンワンワンっていう犬に捕まってたりしたんですけど、それを考えながらワンワン何ですかとか言って、キャリーバッグ見せてもらってもいいですかつって、はいわかりましたつって。でもキャリーバッグに入ってるのはラデンの服とでっかいポムポムプリンだけなの。超恥ずかしかったよ本当にあの瞬間本当に恥ずかしかった。わって吠えられて、何ですかつって、キャリーバッグの中見せてもらってもいいですか？わかりました。パカー、でっかいポンポンプリンがドーン。もうめっちゃ恥ずかしかったちょっと警察官の方笑っとったもん、その時。プププとか言って恥ずかしかったよ。いい大人がスーツケース開けたらでっかいプリンくんが、スーツケースの半分ポムポムプリン入ってんだもん本当に。なんでワンチャン、これ犬だけにってことである。ワンチャンこのポムポムプリンもね、ゴールデンレトリーバーの男の子なんで、やっぱ犬と犬同士でちょっとなんかワンワンってなった可能性はありますけれども、ほんとでも何事もなく結局ね、呼吸博物館というところに行きました。これはですね、台湾のとても大きい博物館の呼吸博物館という場所。ここ何が有名かっていうと、皆様もしかしたら見たことあるかもしれませんが、いわゆる白菜ですね。確か翡翠だったと思うんだけど、翡翠の、宝石ですね。宝石を彫刻して、もう白菜そっくりにしていると。ね、その白菜よーく見たら
めちゃめちゃ細かい彫刻が彫りがね施されてて、で白菜の上のね虫、よーく見たらね虫がいるんですが、その虫もまあ精巧に再現されてるっていうね、もうこれ見た目のインパクトだけじゃない超絶技巧の詰まった作品白菜があるんですが、あと白菜もう一個、角煮と呼ばれる作品もありまして、この角煮もまあその白菜と同じ感じで石で作られてるものなんですけれども、そのねまあ2つかな、代表的なというか、よくねその故宮博物館といえばで出てくるのは、白菜と角煮なんですけど、出てるんだ。これ実物見たら感動するやろうな。楽しみだな。さあもうここまで聞いてる方はもうお分かりでしょう。白菜は貸し出し中で見れませんでした嘘だろマジかよ。いやでも白菜がいないんだったら、白菜がいなければせめて角煮を見て帰ろう。角煮どこ？角煮、これ角煮だ。綺麗なパネル。角煮も貸し出し中でした嘘。うわー、嘘だろマジかよ。2つないのかよと思ったんですが、やっぱね故宮すごいよ。もうねやっぱコレクションがとてもねたくさんありまして、多岐にわたるコレクション、ラでは陶磁器とか好きやけんが、そういうね陶磁器の歴史がね見られる場所であったりとか、あと家具もあったし、あとはやっぱ仏具像もあって、そこは本当に見応えがありまして、もうね白菜角煮が見られなかったことなんてどうでもよくなるくらい、いろんなね作品を見れましたよ。本当によかった。逆に白菜角煮があったら、いやちょっとね時間が足りないってなってじっくり見れなかったと思うから、これまで棚ぼたですよ。棚ぼたおしひでおしかった。いやでもそれを見てかわいそうにと思った営業さん、その日の夜ご飯に美味しい角煮が食べられるところを紹介してくださいました営業さんから角煮、棚からぼたもち、やぶから棒にケツに鍾乳石、営業さんから角煮、ありがとう営業さん。さすが天才推理でもこれ角煮がねまあ美味しかった。なんか甘いタレにつけてあるのかな、すごくね柔らかい角煮で、ルーローハン皆さん召し上がったことありますか？ルーローハン、米と、甘い角煮と、あれ小松菜かな、なんかね野菜がね乗ってるやつなんですが、このルーローハンの角煮の4倍ぐらいあるでかさの角煮で、ルーローハンの角煮の甘さもありつつ、でもくどくない甘みでね超美味しかったよ。めちゃめちゃ美味しかった。でそのでっかい角煮をどうやって食べるかっていうと、なんか真っ白いねほかほかのパンがあるんですが、そのね、パンに挟んで食べるっていうのがあって、これがね本当に美味しかった。もう角煮のね甘いタレとねそれが染み込んだパンがまあ美味しくて、で角煮自体もね甘くてね口の中でホロホロとほどけるようにこう入っていくんですけれども、そこからね後からね肉の旨味、肉汁何か忘れてるんですよね。そう、私は日本円を両替せずに日本円を両替せずに、いや待って違う、でもラデはいい大人のレディー、そうクレジットカードを持っているんです。
このクレジットカードがあれば、魔法のカードがあれば、なんだって買えちゃうんだ。ちょっとでも上限を確認しとこうかな。ね、今月なんかいろいろ使った気がするし。上限。3万円。あと使える値段。3万円。いやでもまだ希望は捨ててはいけない。台湾ってペイペイ使えるらしいですよって営業さんが。来た営業さんありがとうございます。ペイペイならなんか直近でチャージした記憶があるからペイペイでいける。ペイペイ開こう。この地域でペイペイを使うためにはお手続きが必要です。このお手続きは、日本でしかできません。泣いたって、カバラウイスキーは持って帰りたい。さあ、ということで上限3万円の中で、買ってきたウイスキーを本日いただいております。カバランリズムオブ台湾コレクションオーシャン。こちら1本2万ですが、台湾はですね、マンゴーも有名なんですね。ということでですね、マンゴーがね、食べられる場所にタカタカテッテッテって行きまして、何で食べたか、かき氷ですね。もう暑い季節、かき氷が食べたくなる季節でございます。もうラデンの顔ぐらいあるでっかい器にラデンの顔面サイズぐらいあるでっかいね、綺麗なガラスの器に山のように盛られた氷、その上にまた山のように盛られたマンゴーやばいこれ食べきれ。もうあれはマンゴー何個分乗っていたんでしょうか。3つ分ぐらい乗ってたんかな。とんでもなくでかい。もう米田もびっくりよ。でかいなーと思って、皆さんはこれを普通に食べてるんかなと思って周りを見渡すとね、みんな1個のかき氷を4人とかでシェアしてるんですよ。もっと周りを見ればよかった。そうだ、これシェア前提、シェアすることが前提の商品だったのかもしれない。一人でこんなでっかいの食べれるわけないよ。でも食べきれるから。おいしい。これ氷もなんかちょっとふわふわめで美味しいですね。おいしい。おいしい。完食でございました。何も心配なかった。一人で全部食べたばい。途中で冷たっつって近く花瓶いてーってなったりしつつも、いやあいたなんてお腹が痛かったり、何より一番、財布が痛かったというかなりの痛手を負ったっていうところでございましたが、まあでもね、それでもね、初めての台湾とっても楽しかったんで、またね行きたいなと思います。日本からもやはりそう遠くはないので、またねぜひ行きたい。で、次はね、カバランウイスキーの蒸留所を見学しに行きたいななんて思っております。